を生き抜いてく混沌とした世界だからエビが渦巻いている細い糸が僕らを支配する形で舞台嘆くことしかできないならもう今夜は眠ろう回り回るメリーメリーゴーラン運命なんて信じない信じたくないゆらりゆられ流されるままに余裕だなんて洗うのねそんなの本当の自分じゃないよ誰かの祈りばかりじゃ成長できないちゃんと見える未来なんかないよ理不尽なリアルをしっかり見つめて生きてゆくそう絶対私の忍者先生第34話。あいつはこの建物に入ったでござるぞ。伊賀流忍術影分身。パワーがないので大きくはできないが小さくして偵察では機能しそうでござる。行けミニ影丸。見つけたでござるぞ。なんだよ、この場所でお前がいると思ったから来たのに。悪いな。盗撮は順調で上物もゲット寸前だったけど邪魔が入ったからアジトに戻ったんだ。らしく情報は来てないのか。あいつからの新しい情報は今のところ来てないな。今後俺とお前でどこを現場にするか話したいし、こっちに来るか。新しい情報とは。それなら今から向かうよ。まあすぐに行くから出かけたりするなよ。あ、闇野さん、お疲れ様でした。それで、あの人はどうでしたか？くのいちさんの読み通りで、間違いなく黒でしょうね。それと、あやつはこんなことも言ってました。盗撮、新しい情報、今から向かう。その、キーワードだけでも、かなり怪しいですね。新しい情報。こちらも尾行開始ですわ。お兄様、今行きますので。それにしても、新しい情報って言葉が、すごく気になる。第34話関連性あるつながり。そろそろ腹が減ってきて限界でござる。ミニ影丸も疲れたので引っ込めるでござるかな。なんだか腹減ったな。あいつを待ってる間に何か食べるかな。ミニ影丸よ、帰ってくるでござる。なんだと。うまそうなチャーハンでござるな。さすがに盗みは良くないが、チャーハン食べたいでござるぞ。しまった。スプーンを忘れてしまった。スプーンがなくても箸はあったよな。よし、今がチャンスだ。さて、どうやって運ぶか。思い出ござるな。なんだ、物音がするな。あ、虫が俺のチャーハンを食べるつもりだ。この野郎、人生はそんなに甘くはないぞ。しまった。盗みがバレてしまったか、逃げるでござる。この野郎、逃げるな。いて
ミニにした分ダメージもでかいでござる。チャーハンは無事に死守してやったぞ。これでも2日間中華料理店で働いた本格派のチャーハンだからな。まったく痛えな。連絡はできないし腹は減るし、それに一体ここはどこなんだ。何か買っていった方が良いのかな。でもあいつにチャーハンでもゴチになればいいか。くのいちさん、あいつの行く先にお兄様が待ってるはずですので、見失わないよう気をつけながら尾行しますか？そうですね。でも、小太郎先生は、普段からこんな緊張感の中で、尾行とかやってたのですね。私もそれは感じましたよ。複数人で尾行したとしても、かなりの集中力と緊張感も必要でしょうから。それなので、今回だけとは言わず、私もお兄様も加わりましたので、少しでも小太郎さんには安心させてあげないとですね。私も、外でのお仕事で活躍できるように、秘密の、くのいちメイクで、別人に変装とかなれるように、練習してみようかな。私がくのいちさんの部屋を見た限りでの化粧品って、変装するどころか、化粧水と乳液しかなかったのかと。あれ、あの人たちって。確か、私が声をかけられた、投資詐欺の人たちだよな。よう、そっちの調子はどうだ。こっちはお前に言われるまでもなく順調だ。それよりお前みたいな下品なやつと私が知り合いだと思われたくない。相変わらずでプライドだけは高いやつだな。別に俺だってお前とは違うことをやって稼いでるからお前には興味はないけどな。それなら無駄口はもういいだろう。しっかりと稼いで上納しろよ。へえ、わかりやしたよ。おい、行くぞ。こっちは体張って労働してるってのに相変わらずで女を連れて偉そうにしてやがって。くのいちさん、さっきの2人のことはご存知なのでしょうか？さっきの2人は、先日、私に声をかけてきた、投資詐欺の2人です。まさか尾行中に、盗撮犯と投資詐欺のつながりが判明するとは。犯罪でのつながりではなく、もともとの知り合いって可能性もありますが、確率的には組織の仲間って考えた方が正解に近いのかもしれませんね。とにかく今はあの男を見失わないように尾行を続けますか？今のところはこちらのことがバレず尾行できてますが、どこまで行くのか。そうですね。これが真夏なら、日焼けしてしまいそうですね。くのいちさんの心配はまさかターゲットの尾行より日焼けだったりしますか？でも、日焼けして黒くなったら、変装しなくてもわからなくなりそうですよね。美白は失いますが、健康的に見られたりする効果とかありそうですよね。多分黒くなったとしても変装にはならないのかと。それに黒いと健康的ってのはどんな根拠でしょう。なんとなくこの辺りっぽく感じますね。盗撮犯の足取りが気持ち早くなった気がします。私も闇野さんと同じことを考えてました。トイレが近くなると足取りが早くなりますからね。くのいちさん、私はトイレとは一言も言ってませんが。なんだ、誰か来たみたいでござるぞ。あいつは誰だ。腹減ったな。あ、お兄様を発見しましたわ。影丸さんもアジトが分かったなら無理せずに帰ってくればよかったのに。お兄様、盗撮犯はどうですか？
闇野もくのいちさんもよくこの場所が分かったな。拙者は腹は減るし、帰り道がわからないからどうしようか悩んだでござるよ。さっき建物に入った者も盗撮犯の仲間みたいなので、私とくのいちさんとで尾行していたら見事当たりでした。久々の再会で積もる話もあるでしょうが、私、ちょっとトイレを借りに建物に入ったらまずいですかね。くのいちさん、まずは焦らずに。アジトは見つかってはならないって意味もあるだろうし。そうですわ。ひとまずアジトは分かりましたので、小太郎さんに伝えに事務所に戻りますか？そうと決まれば、帰りにケーキ屋さんに立ち寄らないとですね。招き、どうかしましたか？さっきからかなり落ち着きがないように見えますが。だって、くのいちが、外で何をしでかすか、心配にならないのかにゃん。まだ、そのことを心配していたのでしたか。くのいちさんも普段から、探偵って業務を理解しているわけですし、外でも中でも平気ですよ。まあ、ありがたいことに、闇野さんもいるから、くのいちに暴走はさせないとは思うけど。でも、くのいちの天然は、犯人でも友達に、とか考えていそうだし。招きよ、それ以上言ってくれるな。私まで心配になりそうだ。メールが来たけど、くのいちさんではないのかな。捜索は一件落着しましたので、事務所に戻ります、くのいち。ほら、招きの心配も、これで平気ですよね。まあね。くのいちが無事ってことは、みんな無事に帰ってくるんだと思うけど、一件落着って、まさか、犯人を捕まえるまで終わったって意味なのかな。そこはなんとも。とにかく、みんなの帰宅を待ちましょうか。ああ、食った。相変わらずで我ながらうまいチャーハンだったな。お待たせしたな。お前、周りを意識しながら尾行されてないのを確認しただろうな。平気だと思うぞ。それよりも、投資の奴らに途中出くわしたぞ。あいつらか。どうも俺は苦手だな。俺も同じく苦手なんだけど、聞いた話では、情報のあいつからかなり連絡が来てるみたいだけど。なんだそれ。同じ組織なのに、こっちには美味しい情報はなしなのか。お前も、そう思うよな。とにかく腹減ったから、お前の得意なチャーハンでも食わせてくれよ。無事に戻りました。くのいちさんも、闇野さんもお疲れ様でした。あれ、影丸は一緒ではなかったのですか？お兄様でしたら、お腹の空き具合が限界とかで、カフェに行きましたわ。無事なら安心できました。くのいちさんも闇野さんも、お疲れでしょうから、お茶でも飲んでくださいよ。わかりました。それなら、落ち着いたら、今回の報告をしますので。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今って
は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。もう一度会いたかった。私は泣かない。